はい、皆さんご視聴ありがとうございます。今回はこちら、アリの、1958年型のキャデラックエルドラドリアリッツ、これを使っていきたいと思います。例のごとくですね、車高はちょっと限界までギリギリ、可能な限りですね、ギリギリまで落として、作っていきたいと思います。早速ちょっと中見てみます。こちらボディになりますね。やっぱりキャデラックなんで24分の1ですけども、でかいです。いいですね、このでかさがいいですね。でこちらは、メッキパーツ、そして、これが室内ですね。室内とこれがルーフ。室内は成型色が緑になってます。おそらく、これはパッケージが見ると、ボディ内装、グリーンになってますので、それで成型色でグリーンになっていると思われます。でもこれはちょっとおそらく塗り替えることになるかな。でこちらが足回りのパーツ、足回りですね。マフラーとかですね、これは黒。あと説明書とタイヤ、あとスプリングが入ってます。こちらおそらくこれは使わないとは思います。早速ですね、ちょっと作っていこうかと思います。袋から出してみたんですけども、これ金型が古いせいかなんか分かりませんが、バリがすごいですね。ものすごいです。こちらも室内部分も相当すごいことになってます。あんまりそんな主張はないですけども、結構この辺りはすごいですね。はい、まずはちょっと車高調整の方からやりたいと思います。ですね、とりあえずエンジンを先に作るようにはなってますが、ちょっとこれは後回しにして、この辺りの、あの足回りの方から先にやっていきたいと思います。あとそれと、おそらく室内が、多分室内もそうですね、室内もちょっと仮組みにしてちょっと作っておきたいと思います。ただですね、このモデルなんですけども、ちょっとタイヤの取り付けが通常のものとかなり違いますね。通常こういうホイールありましたら、シャフトなりがここにこう通るようになってるんですけども、このモデルは、逆でこちら側がこう分かりますか、こんな突起があってタイヤホイールの方を差し込むような形になってますね。そんな形になっています。そしてこれがこれは純正って言いますか、このモデルについてたタイヤなんですけども、めっちゃ分厚いです。これすごいですね。これはちょっと分厚すぎますね。これだけ分厚いとちょっと僕の求めている車高にはギリならないことはないと思うんですけども、ちょっとフェンダーカットもかなりしなきゃいけない。でどうもですね、ここに突起がシャーシにこう突起ついてるんですけど、これがボディとの間の支えになっているような感じなんですよね。でここフェンダーカットなかなかちょっと難しい感じはありますよね。カットしてもなんとかなる、おそらく室内がこれ間に入ると室内で持つとは思うんですけどね、その辺りもちょっとわからないんで、一旦ちょっと仮組みした方がいいかなって感じですね。でこのちょっとタイヤをですね、この分厚いものでちょっと厳しそうなので、ちょっと探してちょっと薄いやつ、これぐらい外径がこれぐらい違うんですけどね、こいつにでやっていこうかなとも思ってます。これぐらいちょうど並べると
分かりにくいと思いますけど、5ミリ、4、5ミリちょっと外径が変わりますんで、まあ結構いけるかなと思うんですけどね。これでもダメなら、ちょっとこれには使いたくなかったんですけども、デイトンホイールがあるんで、こいつになっちゃうとかなり外径ちっちゃくなりますんで、これだと結構いけるんじゃないかなって感じなんですよ。一応これでやってみて、ちょっと難しいようでしたらデイトンにしようかなと思います。まあこのデイトンにした方がちょっとローライダーっぽさが出ていいんですけどね。まあこれにしてもいいんですけどね。こっちの方がかっこいいかな、やっぱり。これでいこうかな。まあでも一応こっちのなんですかね、純正っていうか、このキットのやつを使ってちょっとやってみたいと思います。で、あと足回りのパーツなんですけども、一応このシルバーに塗りました。シルバーって言ってもこれあれですね、いつものこれです。メッキ調スプレーです。これで、塗りました。まあメッキではないですけども、まあマフラーとか、あとこういうアーム類とかですね、エンジンはですね、これボディ同色に塗っちゃおうかなとは思ってるんですよね。あとはこのシルバーに塗りました。まあこんな感じですね。でそれでちょっと仮組みしていきたいんですけども、なかなかこれは一筋縄にはいきそうにないですね。かなり難しくなるかなって感じですけども、まあなんとかとりあえず仮組みしないとどれぐらい落とすようになるかちょっと見ないと分かんないんで、そっちの方をちょっとやっていきたいと思います。はい、足回りと室内の方仮組みしてみました。タイヤの方だけはですね、このキットのものよりも薄いものをつけました。高いですね。高いです。これじゃ全く僕は納得できませんね。あと7、8ミリ落とす必要があります。で、一応ですね、これにキットについてたスプリングも入れてみました。っていうのはなぜかというと、スプリングを最初取って仮組みしたんですけども、完全にホイールハウスに当たってしまって、ダメだったんですよ。それで一旦スプリングを入れてどんなものか見てみようと思ってスプリングも入れてます。ですね、ホイールハウスをカットしてしまえば、まあできないことはないかなって感じはするんですけども、ですね、その前にですね、最初言いましたこのデイトンホイールですね、こいつをですね、ちょっと一回ですね、組んでみたいんですよね。でこれを組んでみて、ちょっとどんな風か様子を見てみたいんで、それをやってみようかと思います。ただ、最初言いましたように、こちらのホイールと、このキットのものと取り付けがちょっと違いますので、こちらはそうですね、こういう要はシャフトとかこう通してつけるタイプなんですけども、こちらはホイールを入れ込むタイプなんですよね。でそこがちょっと違うんで、このシャフトをちょっと使います。ちょっと短く切ってですね、これに入れ込んで、でちょっとまあこれぐらい出し取って、で、向こうにはめ込む形を取りたいと思います。でちょっと見てみて、まあこのホイールでホイールハウスをカットして、落とすのか、それともこのデートンにやってみるのか、考えてみたいと思います。あと一番簡単なのはですね、私がいつもやってるシャフト通す、このやり方やれば多分そんなには難しくないと思うんですけども、もしこのデートンを入れて、いけるようであれば、この既存のですね、既存というかこのキットのですね、この足回りを利用して
できそうなので、ちょっとそのあたりもちょっと見てみたいんで、この、デイトン、これをちょっと一旦つけてみたいと思います。はい、ホイールを付け替えてみました。やはり純正よりはこちらの方がかなりかっこいいですね。ですね、元のこのタイヤからすると外径がだいぶちっちゃいので、車高はそれなりに落ちましたが、まだまだ僕に言わせると全然こんなの高いですね。まだもう少し、あと5ミリ、あと5ミリは落としたいところですけども、5ミリですね、落としたいところですけども、ただですね、若干ちょっと問題が発生いたしました。まず1つ目、やはりホイールが外に出ましたので、フェンダーから若干はみ出した状態になっております。フロントなんか特にですね。でこれなんで、まず前後ともにちょっと内側にタイヤを入れる加工が必要となります。それともう一つ、もうこれ以上車高を落とすのがちょっと厳しい状況になりました。フロントのここの、仮でもしてますけど、このアームですね、部分とこのマフラー、これがもう下から当たるか当たらないか状態になってますので、ちょっとですね、これ以上落とすのがちょっと厳しい状況にはなってきましたね。でもなんとかもうちょっと落としたいんで、何らかの加工がいるとは思うんですが、それは考えるとして、とりあえずはですね、このホイールでいこうかと思いますので、とりあえずやるべきことは、まずこのホイールを若干、前後そうですね 4,5 ミリ内側に入れることを、そこを加工していかなきゃいけませんね。じゃあそれをちょっとやっていこうかと思います。ですね、これリアの、アーム部分なんですけども、この部分ですね、分かりにくいと思いますけども、ちょうどこの、なんですかね、ここに隙間がありますよね。この部分をですね、ちょっと火で炙ってですね、縮めようと思います。両方。で、それでちょっと内側に若干入ると思いますので、それで様子見たいと思います。ちょうどここの部分ですね。この間です。ここを火で炙って縮めます。はい。ですね、先ほど言いました、この部分ですね。ここ、両サイド、炙って内側に縮めました。それで、一応ですね、ギアはこのようにタイヤが内側に入りましたんで、きちっとこうホイールも回るようになりまして、内側に入りましたね。で次は、フロントに、入っていきたいんですけども、フロントはそうか、若干加工が必要になりますので、ちょっとフロントの方も調整したいと思います。フロントの方のタイヤも内側に入れてみました。どうやったかと言いますと、ちょっとこれ、違うホイール使ってますけど、この、シャフトの刺さる部分ですね、この部分をカットして、ギリギリシャフトが刺さるぐらいまでですね、限界までカットしました。で1ミリから2ミリぐらい、そうすることによって、1、2ミリ内側に入りましたんで、このようにはみ出てはないです。はみ出ずに、内側に収めることができました。それとあとは若干ギリギリだったんで、フロントのこの、ちょっと今養生テープじゃないや、仮止めしてるんで見にくいですけども、このアームの低い部分ですね、ここも削りました。あとマフラーの、ちょっと分かりにくいですけども、
マフラーのこの部分ですね。ここですね。この部分です。ここも両サイド削って、さらにギリギリまで落とせるようにやりました。でこんな感じの車高に、なったんですが、もうこれ以上は足回りを、いじって落とすってことはちょっと不可能なんですよ。でも僕としてはまだちょっとこの車高は納得できないです。もっと落としたいんですよね。もうちょっと落としたいんですよ。それでですね、考えました。このモデルですね、この、室内、今この中の室内ですね、室内で、この止まってるんですよね。あとは、前後に、これちょっとバラしましょうかね。この突起ですね、この突起ですね。これはフロントはこれで支えられてるみたいです。リアはですね、リアのこの突起はあんまり意味なしてないみたいです。ただフロントはちょうどこの突起が、ちょうどボディのここに当たってですね、この上にここに当たってですね、それ以上上に行かないようになってるみたいです。それで考えました。とりあえずこれはもうカットします。4ミリほど。そしてあとは室内です。室内をこれを全体的に4ミリ下側を全部カットします。要はこの室内のこの厚みを4ミリほど薄くします。そうすることによってどうなるかというと、このボディが今この間にシャーシが入って、そしてボディが重なるんですけども、この、室内を4ミリ、薄くすることによって、その分このシャーシが車体側に入り込むようになりますね。今までこの辺りではここちょっと待ってくださいね。ここで止まってる、これ今室内入れてませんけども、通常ここで、室内を入れたら止まってるところを4ミリ室内を薄くすることによって、その分車体が下に下がりますんで、見た目の車高が落とせるということになります。それをちょっとやりたいと思います。室内ですが、ですね、これドアの内張りですけども、これ下にこんな感じでついてました。ここですね。この部分切り落としました。だいたいこれが4ミリぐらいです。で、これは両サイド。これ下側なんでですね、組み立てたらあまりわからないんで、ここを切りました。切り離しましたね。で、これが両サイド。切りました。そして、これは後部座席部分なんですけども、これはここにだいたい、こんな風に、これ一体もんですね。一体もんだったのをここだけ切り離しました。一旦。そして、この下ですね。この下になる部分をずっとこちらから下側をだいたい、このドアの下部を切ったものと同じ幅、だいたい4ミリぐらい、4ミリほどこの下をずっと切りたいと思います。室内の方ですね、4ミリほど、下側カットしまして、仮組みしてみました。こういう感じですね。多分ほとんどわからないと思います。ですね、この部分ですね、この部分ちょっとカットしてありますけど、これはなんでやったかと言いますとですね、実はこの、室内なんですけども、
このシャーシに取り付けるときにちょうどですね、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、この部分なんですけど、ちょうどここにですね、この部分にこのシャーシの室内の後ろが乗るようになってたんですよ。こうやってで乗ってそのままやっちゃうと、どうしてもこれ以上室内が下がらないので、車高が全然、後ろの車高がほぼ下がらないんですよね。最初ですね、この部分もうカットしちゃおうかと思ったんですけども、これ裏がちょうど、足回りがこう通ってますんで、こちらをカットしちゃうと、ちょっとですね、この後ろの部分ですね、この辺りにちょっと支障が出てきますんで、そちらをやめてですね、ちょうどここですね、この今カットしてるこの部分ですね、ここがだいたいこう四角くここあるんですけどね、ここがこの要はカットする前、この部分がこうあるんですけど、この部分がこちらのここに乗るようになってたんですよね。ここにですね。だからここをカットして、ちょうどこの室内が乗る部分がここから今顔出してますけど、だいたいここが乗る部分です。室内で乗る部分をカットすることによって、室内がカットしないとこれぐらいなんですけども、ここをカットすることによってこれだけ 2,3 ミリさらに下がりました。でこれで、車高の方も落とせるということでやりました。それで、見た目の問題なんですけども、ここがむき出しになってますんで、このモデルですね、このキットはですね、ちょうどリアシートはこの背もたれが別付けになっているんですよね。なのでこれをここにこういうふうに斜めに取り付ければ、ちょうどこの今見えてた通常室内が乗る部分、この部分が隠れてしまいますので、見た目はちょっと分からなくなるので、これでいこうということで、そういうふうにやりました。それで、これでどれぐらい落ちたかと言いますとですね、ちょっと組んでみますね。こうですね、ここまで落とすことができました。いや、いいと思います。前がフロントがですね、若干高くはなりましたけども、それはそれでちょっとローライダーっぽくていいかなと思いました。もうこれで車高を決めたいと思います。これでいこうかと思います。あとこれ綺麗に固定すれば、多分フロントもあとちょっとは落ちると思います。かなりいいと思います。苦労しましたけどね、これやっぱ通常のっていうか、青島さんとかああいうのと比べると、ちょっと足回りがだいぶ形が近かったんで、ちょっと苦労しましたね。車高の方決まりましたので、塗装の方に移っていきたいと思います。ですね、ボディはキャンディーブルーでいきます。で、エンジン本体ですね。エンジン本体もボディ同色でいきたいと思います。で、室内ですけども、室内はそうですね、キャンディーブルーで、白をベースとして、でちょっとアクセントで部分にちょっとこういうところとかこうブルーを入れようかなと思います。で室内の方のフロントシートなんですけども、
普通にこうやって組み立てて、この室内にはめるんですけども、全体をですね、全体を4ミリほど薄くしたので、ちょっと普通通りつけちゃうとこのシートがちょっと飛び出すんですよね。それなのでおかしいので、この部分をカットして、これ取り除きました。だからこの分の厚みがなくなりますので、ここにシートをつけると、横から見てもそんなに飛び出してないんでいいと思います。ちょっとこう見ちゃうと変なんですけども、これ内張り入って上から見ればそんなに変じゃないんで、これでいこうかと思います。で、室内は白系で、ボディはですね、とりあえずこれ一旦ペーパー全体かけまして、軽くサフヘサですね、ちょっと拭きたいと思います。ボディの塗装に入っていきます。塗る塗料はですね、とりあえずまずこのサフェーサ塗って、そして、まず下地で黒ですね、そして、その上にシルバーで、その上に、クリアブルーで、最後に、スーパークリア光沢、この順番でいきたいと思います。でサフェーサーと、クリアに関してはこれ缶スプレー使います。そして残りの、黒、ブラックとシルバーとクリアブルー、これはエアブラシでいこうかと思います。それとあとシャーシですね。シャーシもこれもボディと同色にしようかと思います。裏側と、あとこれ、このキャデラックボンネットが開くみたいな開くようになってるんで、これから前ですね、ちょうどエンジンが乗る部分ですね、この辺りもちょっとボディ同色でいこうかなと思っております。はい、サフェーサー拭き終わりました。こんな感じです。これといって変なところはないようですね。ボディとこちらボンネットですね。ボンネットです。でシャーシの方も、裏側と、あとこの前の部分ですね、ここも拭きました。いいと思います。これでこの上から今度は黒塗っていきます。はい、黒塗り終わりました。結構綺麗に塗れたと思います。そうですね、いいと思います。で、こちらがボンネットですね。ボンネットも綺麗に塗れたと思います。そして、シャーシですけども、シャーシもこんな感じで塗りました。黒ですね。であと室内ですね、室内も一応白にこれ塗りましたんで、あと、ちょっとブルーで、部分的に塗っていきたいと思います。でボディと、シャーシの方は、あとは次はシルバーです。シルバーを塗りたいと思います。はい、シルバー塗り終わりました。こんな感じです。結構綺麗に塗れたと思います。ですね、いい感じで塗れたと思います。でこちらボンネットですね。であと、シャーシの方ですね。おっとっとっと。さて、次は、このクリアブルー、これを上から塗りたいと思います。はい、クリアブルー塗り終わりました。結構綺麗に塗れたと思います。やっぱり前回失敗しましたけども、エアブラシもやっぱ数こなしてくると綺麗にできるようになりますね。ちょっと光が強いですけども、ちょっとキャンディーっぽさ出ましたかね。いいと思います。かなり綺麗に塗れたと思います。
そして、エンジンも同色に塗りました。あとは、これはボンネットですね。ボンネットも綺麗に塗れてると思います。でシャシの方もこんな感じですね。裏側とあとはエンジンの乗る部分ですね。ここも塗りました。あと室内はこんな感じで色分けしてみました。これ背もたれ部分ですね。であとは内張りはこんな感じで塗り分けてみました。であとは室内の土台部分ですね。裏も塗りました。であとサンバイザーですとハンドルも同色にいきました。そうですね。あとは、ボディはですね、あと、ちょっと分かりにくいですけども、この辺りと、あとここのラインですね。このラインですね。と、あと、この部分がですね、この部分ですね。この部分がシルバーになってますんで、最後には、上から、クリア吹くんですけども、クリア吹く前にこの辺りをちょっとシルバー塗っちゃおうかなと思います。それとあとこのプラモデル珍しくデカールが1枚も入ってないんですよね。全部こういうところはエンブレム系なんかは全部塗装になってますんで、これがね僕苦手なんですよ。これ皆さんどうやって塗ってあるんでしょうかね。こういう細かいところ、これがね多分これで失敗するんですよ、いつも難しすぎて。でも、塗らないと変なので、なんとか、塗ろうかと思いますけどもね、それをやりたいと思います。であとは室内を組んで、あとこの裏ですね、腹下のマフラーとか足回り、これも取り付けて、あとエンジンですね、エンジンも組み立てなきゃいけないんで、その辺りをちょっとやろうかと思います。ボディの方ですけども、シルバー入れてみました。まずですね、この上から見た両サイドですね、ここですね、これ2本、それと、これは両サイドのこのモールです。このモールですね、ここもシルバー入れて、あとフェンダーアーチ、それとフロントのこの部分ですね。そしてあとはこのテールフィンの、光がちょっとあれかな、テールフィンのこの部分ですね、ここも塗りました。ここはちょっと細かかったですけども、なんとか無事に塗りました。であとはトランクにあるこのエンブレムですけども、ここ先ほど言いましたけども、この細かいところが僕が塗るのがちょっと苦手でですね、これ下地にシルバー拭いてましたので、上の最後に塗ったこのクリアブルーを薄く剥ぎました。薄く剥いてシルバーを出しました。それで、こんな感じになりました。これもういいと思います、これで。でフロントのボンネットですね、ボンネットの、この部分も同様に、一番上の、ちょっと分かりにくいかな、クリアブルーを薄く剥いでですね、ここの、マークを出しました。で、内装です。内装も組み上げました。こんな感じです。一応ここのインパネですね、インパネとこの部分はシルバー入れました。でこんな感じに仕上がりましたね。いいと思います。で、室内4ミリほど薄くしましたので、このシートもですね若干下げましたのでおかしくはないと思います。であとリアにあったこの隙間ですね、この背もたれ部分を、斜めに取り付けました。これも違和感なくできたと思います。で次はじゃなかった、この足回り関係ですね、下ここも、全部取り付けました。フロントアームマフラー、
てリアの足回りですね、これもいい感じにできたと思います。でですね、ただこのエンジンをですね、エンジンも取り付けたんですけども、これ普通に組んじゃうとですね、室内を4ミリほど薄くしましたので、この部分ですね、一番目にこれエアクリーナーなんですけども、このエアクリーナーがですね、飛び出すんですよ。実際飛び出しはないんですけども、室内を4ミリ下げて、ボディが4ミリ、ボディの中にこのシャーシが4ミリほど入ってしまうので、飛び出したようになるんですけども、それでですね、このボンネットがこう閉まらない状態、仮組みしてみたらこう閉まらない状態になったんですよね。このボンネットのこの部分が飛び出すためにですね、上にですね、エアクリーナーがですね、それでですね、ちょっと説明書でちょっと説明しますけども、ですね、ちょうど、この部分になるんですけども、この、エンジン本体にこのパーツですね、このパーツが取り付けれるようになってるんですけども、このパーツっていうのがここに取り付けるとちょっと浮いちゃうんですよね。浮いた上に、エアクリーナーが取り付くようになってるんですよ。でこれ上から見た図がここにあるんですけども、それなのでこれ両サイドをですねカットしました。両サイドをカットして、この部品が、このパーツが、通常このエンジン本体から浮いているのを、このパーツがちょっと中にエンジン本体の方に入り込むようにしたんですよね。それでその上にエアクリーナーを取り付けることによって、この部分が下に下がりましたので、ボンネットがそれで閉めれるようになりました。でこれ見た感じ全然わからないので、これはこれでいいと思います。であとですね、この部分ですね、一番後ろのこの部分、ここがですね、このパッケージ見ても分かるんですけども、この部分が全部メッキ、一応シルバーメッキなんですよね、ここはですね。で先に塗ってもよかったんですけれども、一応この上最後にクリアを吹きますので、ですね、ここのシルバーですね、今回ですね、いつもはどこ行ったかな、いつもは僕はこの三菱のペイントマーカー使ってよくやるんですけども、今回このメッキ調スプレーをちょっとこの容器にちょっと出して、で筆塗りしてみたんですよね、全部ですね。でこれっていうのがですね、この塗料っていうのが上からクリア吹くとちょっと思いっきりシルバーっぽくなるんですよね。もうシルバーになるんですよ。でこういう窓枠とかこういう細い部分っていうのはそんなにまではわからないんですけども、ちょっとこう面積が広くなっちゃうと思いっきりちょっとシルバーになっちゃうんで、この部分だけはクリアを一旦これ全部ボディクリア拭いて、最後にですねちょっとこのメッキスプレーでちょっとここだけ塗っちゃおうかなと思ってます。でもうこの辺りもね、クリア塗装が終わった後やればいいじゃないかと思うんですけど、結構あれなんですよ、これずっとね手につくんですよね。完成して飾っちゃえばそんなに触ることないんですけどね、これからまだ先ボディ組み合わせたりとかなんとかしなきゃいけないんで、ただですね、これはちょっと意外と手についちゃうんで、あんまり嫌なので、先にちょっとここはもう先に塗って、でクリア拭いて、でこの部分だけ最後に
シルバーというかメッキ調スプレーでちょっと塗っちゃおうかと思います。ここ最後あんまり触らないんで、通常もし持つことがあってもこの辺りはあんまり触らないんで大丈夫かなと思いまして、そういう風にしたいと思います。たら次は、ボディですね。このボディに、クリア、光沢ですね。スーパークリア光沢したいと思います。はい、クリア拭き終わりました。綺麗に塗れたと思います。ピカピカになりました。ピカピカのツルツルです。いいと思います。あと、そうですね。ここはちょっと若干失敗したかなって感じですね。なかなか毎回完璧に仕上がることがないんで、まだまだダメですね。それとですね、さっき言いましたけども、この部分、もう先に縫ってクリア拭いてみました。意外と、なんか前僕使った時に結構シルバーっぽくなった感じがしたんですけども、今回やってみたらそんなにはシルバーっぽくなりませんでしたね。意外と、いいんじゃないかと思います。で、あとここですね、この部分、ここもね、全部シルバーだったんですけども、細かいところはやっぱ苦手でですね、ちょっと失敗しまして、それなのでですね、上からですね、これホームセンターとかに売っているアルミテープなんですけども、アルミテープもなんか2種類あるみたいで、もう少しこうシルバーっぽいやつと、このメッキっぽいやつがあったんですよ。この一応アルミテープみたいです。これを短く切って、短くて細く切ってですね、ここに貼りました。そうですね。こんな感じで入ってみました。両方ですね。近くから見たら汚いです。この辺りから映すといいと思います。あんまりこう寄っちゃうと汚さが分かっちゃうんで、こんな感じでやってみました。で、ボンネットもこうですね。綺麗にツヤは出たと思います。綺麗だと思います。はい。それでこの後は塗装も大体終わったので、あと外装ですね、作っていきたいと思います。完成いたしました。フロントはこうです。こんな感じです。いいと思います。横からですね、いいですね。もうほんとかなりイメージに近く車高を落とすことができました。もちろんタイヤも前後ともこういう風に回るようになっております。いいと思います。で、あとこの部分です。この部分ですけども、ここですね、この部分やっぱ塗装じゃちょっと、このリアのバンパーつけちゃったら塗装がちょっとおかしかったんで、結局ここにメッキのシール貼りました。メッキのシール貼ったんで、こうリアのバンパーとのこのつながりがいい感じにつながったんでいいと思います。リアはこうですね。かっこいいですね。やっぱりこの58年、これ58年型ですけど、59年もそうですけども、このロケットテールが何とも言えませんね。かっこいいですね。これ車高かなり苦労しましたけど、いいですね。だいたいイメージ通りにはしたと思います。で、あとは室内ですね。室内はもこんな感じで、もうほとんどわからないですね。リアのシートの部分もいい感じで、かっこよくできたと思います。こういう感じでちょっとボケますけども、いいですね。そして、エンジンですけども、ボンネットは一応これ取れるんですよね。ボンネットを開けるとこういう感じでエンジンが出てますね。ここもいい感じになったと思います。
よいしょ。かっこいいですね。やっぱりこれぐらいの年代の車がアメ車は最高ですね。色もそうですね、色もいい感じです。結構綺麗に塗れたと思います。でこれで、このキャデラック製作、終了となります。最後まで、見てくださって本当ありがとうございました。また、違う車、ちょっと今度は変わった車なんか行けたらいいかなと思いますけども、別の車の動画また上げさせてもらいたいと思いますので、よろしかったらまたそちらの方も見てください。ありがとうございました。